本日案内担当の私は役職名としては市民生活補助アドバイザーなどと呼ばれていますけれども、そんなに固く考えなくても大丈夫です。一般的には人間を主に相手にしているアドバイザーでして、言ってしまえばただの世話焼きのようなものです。で、今回あなたは、この惑星に移住したばかりですよね。はい。で、就職活動を行いたいということですけれども、今のあなたの生活についてですね、少しこのデータをもとにお話をさせてもらいますね。ご存知の通りだとは思われますが、あなたもそれを目当てでもしかしたらこの惑星に来られたのかもしれませんけれども、今の現在この惑星ではほぼ全ての基幹的な労働は AI 搭載のロボットたちが大体的に分担しています。あなたのような人間が必死になって働かなくても社会が基本的に機能していくという時代です。一昔前では考えられないような時代に今なってきましたね。良くも悪くもとも言えますけれども、そしてその代わりにあなたのような一般ランク以上のすべての市民にはベーシック給付金として生活を維持するための最低限の金額が毎月支給されます。信用ランクによって支給金額は変わっていきます。これは人間としてこの惑星で生きているというだけで与えられる、いわば権利でもあり義務とも言えるわけなんですけれども、あなたの場合は現時点では信用ランク C ですから、これでいきますと、月間ですね、25,000通貨の支給となっています。この額ですと、本当ギリギリですね。必要最低限、とりあえず住宅、栄養合成食、そして都市圏内の公共移動ぐらいはカバーできるかなということですけれども、それにプラスして嗜好品とか必要以上の衣類とか娯楽ですね、あとは人との触れ合いを得るための余裕というのは少しばかり足りないかもしれません。そうなってくるとプラス労働が必要になってくるというわけなんですけれども、信用ランク C はね、今ね結構減ってきていますから、年々厳しくなってきていますので、決して悪いわけではありません。で、この調子ですとあと3年あなたの場合は問題を起こさずに過ごすことができれば、3年ね、ランクの B にまで昇格するという見込みがあります。そうなりましたら25,000通貨から3番通貨までぐっと増えますから、それだけである程度の暮らしに余裕が生まれることにはなるかなと。ですからギリギリ労働しなくても3年間ギリギリで耐えながら3年後にある程度豊かな暮らしを満喫するというのも一つの手ではありますね。ただそこからさらにランク B の中でもさらに上位がありますし、もっともっと上のランク A などを目指すってなりますと、ある程度の活動実績というのもいりますし、そういう意味でも労働というのはただお金を得るためだけに必要なものというわけでもないわけです。つまりこのランク C である今の期間にどう過ごすかということはとても重要なことです。一般的には働くということが挙げられますけれども、あるいはもう一つ、働くとは別に活動するということがあります。今からまずその案内をしますが、これはですね、あまり一般的には知られていないことなんですけれども、実はですね、今、特にいろいろな分野があるんですが、特に AI に対する倫理や人間性の保護を挙げた人間至上主義団体というものが特に活動が盛んになっていまして、そういった市民団体にあなたも参加することによって労働とは違った形でまた追加の給付金を得るということが実は可能なんです。
これは団体がいくつかありまして、その団体にもよるのですけれども、一番簡単なところですと、例えばここなんていうのは月に一度の定例会に出席するだけで、月1万通貨以上の給付がさらに加算されるなんてこともあります。代表的なものを紹介しますと、まず一番大きいのはここですね。人間市場会議というとこなんですけれども、この団体はとても、非常に伝統的な思想を持っています。平たく言ってしまいますと AI の進化が人間の尊厳を脅かしていると考えていて、人間こそが創造と感情の源泉であると、そう強く訴えている団体です。で、活動内容は多岐にわたりますが、一般的には街頭での声明発表とか、人間文化の再評価イベントの開催とか、思想的にはなかなか深いですから、ちょっと他と比べると、やや排他的な印象があるかもしれませんね。このような活動をすれば、ここですと、月にいろいろありますけども、最低1万通貨から支給されるよというところです。あとはもう一つは、このヒューマノイド改革連盟っていうのがあるんですけれども、これは法的な視点から人間と AI の関係を見直そうとする、どちらかというと政治色のある団体とも言えますね。AI と人間の権利の境界を再定義する提言というのを積極的に行っていまして、社会変革を望むならこういったところも面白いかもしれません。あとはもう少し柔らかいところですと、生きる価値連盟っていう、この最近作られた団体なんですけれども、人間であることの意味を伝えるとありますね。個性とか、あとは手作業とかそういった価値をゆるりと広めているような団体です。小規模ですけれども、温かみのあるような活動というのが中心になっています。結構最近人気がありますけれども、その分活動は意外と実は大変だったりもしますけれども、それに見合った給付があるかって言われると少し疑問的ではあります。今3つ紹介しましたけれども、どの団体にしてもあまり過激派との関係がありますと、最悪信用ランクが下がる可能性というのがあるんです。参加するのはもちろん大事なことというか、結構なことですけれども、実際参加することになる場合は、その団体の過去の活動履歴や評判っていうのもね、しっかり確認しておく必要があります。あとそれから主な団体を5つほど紹介しておきますね。過去の活動実績と、それから信用ランクを落ちた人がいるのかどうかという、そういうデータをまとめたものが、資料がありますから、それを送付しておきます。もしご興味ありましたら確認してみてください。なければそのまま破棄していただいて構いませんから。ではですね、ここからがやっと本題です。職業案内ということで、よいしょ。失礼します。職業ですね。あなたが実際に働くことで収入を得る方法についてお話をしていきます。主に今一般的に人間が働くべき仕事というのは3つ、大きく分類して3つあります。そのうちの一番おすすめといいますか、代表的なのが AI 管理士です。ロボット管理士ということも AI 管理者とも言われてますね。これはロボットとかアンドロイドといった労働機械を人間が一定数ごとに管理というか、もはや監視ですね。そういう制度に基づく職業なんですけれども、現在の法律では生体率が 20% 以下の実体40体、その40体につき1人の人間の監督者が必要と
されています。これが現在の法律です。で、この数はですね、4年前までは100体に1人監督者がいればよかったんですよ。でもここ最近 AI による集団暴走事件というのがちょこちょことあちこちありまして、ですからその基準がどんどん厳しくなってきまして、今40体に1人必要ということになってきてるんですね。さらに来年になりますと、もしかしたらですけれども30体に1人となる案も今議会に提出されていますので、ってなりますとやはり AI 管理者の需要がどんどん高まっていく一方ということなんですね。ですから、一番現実的な職業ではあります。で、あなたのように正対率が今92% ですね、もあるという方はこの分野ではかなり重宝されます。どんどん減ってきてますから、平均が今 74% ですからね。何かしらと補修とか手術とかしていくと、どんどん正対率が下がっていって曖昧になっていくという事情がありますけれども、それはさておき、ただこの職にすぐにつけるというわけでは実はなくて、まず AI 管理士の3級の資格を取っていただくという必要があります。資格と考えますとちょっと難しく考えがちですけれども、この3級の資格は基本的に週に1回の講義がありますから、それを約半年です。具体的には全部で25回の講義がありますから、それを受けていただきましたら割と難なく取得できます。で、講義の大部分は映像配信ですし、試験というか実技があるんですけれども、それが5回だけそのセンターに赴く必要があるんですけれども、そのあたりスケジュールは結構柔軟に、最近組めるようになっていますけれども、講義内容はですね、ここに案内があるんですけれども、一つはロボットの基本回路の理解と、行動予想とエラー傾向の分析、異常行動に対する介入手順、緊急遮断システムの実習、倫理ガイドラインと法的責任。ですが決してそんな難しいことではありません。特に一番下のこの3級に関しては、試験といえども名前を書けば取るなんていう噂も最近あるぐらいですから。ですがそのさらに上ですよね。2級あるいは1級ってなってくると話は別です。例えば2級は400体を1人で管理することができます。そうなってくると専門的な修理とか調整もしなければいけません。で、さらにその上の1級に至っては4000体を束ねながら AI の制御プログラムの設計とか開発にも関わる権限まで付与されていくということなんですけれども、2級を目指すんであれば、平均でおよそ2年間、1級の場合は4年間必要です。もちろんその分上がれば上がるほど1級取得者はですね、社会的にはとても非常に高く評価されていますから、尊敬の対象にもなっています。そういうことから最近では3級なんて言わずに、いきなり1級を目指す若者たちも増えてきています。ですが現実的に考えたら、とりあえずは3級の資格を取っておくのがおすすめですね。3級資格のこの講義日程と、それからその他の取得に対する関連資料はまとめておりますので、これもお渡ししておきます。なるべく見やすいようにしておりますので、これは一度目に通しておく価値があるでしょう。で、これがまず一つ目ですね。主に労働は3種類あると言いましたけれども、そのうちの一つがこの AI 管理士ですけれども、二つ目は一般労働職です。一般労働職といえども、最近はもう少し分かりやすく管制職とか、あとは職人なんて言われたりもしますけれども、言ってしまうと人間であること自体に価値があるとされる分野です。人間の作業や接客を求める人々に対して提供するということです。例を挙げますと、例えばこの手仕込みで作る料理を提供するレストランスタッフ、あとは食材そのものを開発するメニュー研究員なんていうのもありますね。で、この
観光案内人です。ここの惑星の地下に眠る巨大水脈の観光案内人。あとは他の惑星に移動する時のシャトルのガイド。これもあえてロボットではなくて人間がやることによって価値があるということですね。でもう少し専門職にはなってきますけれども、これは木工家具のオーダーメイド職人。これ見習いから始めないといけませんけれどもね。同じように手染めのオーガニックの生地でアパレルを作るという工房も募集しています。人気がありますからすぐに募集締め切られちゃいますよ。あとは簡単な資格が必要なんですけれども、このリラクゼーションマッサージ師とか訪問心理カウンセラー、やっぱり人間に直接相談したいっていう方も一定数いますから、そういったための訪問心理カウンセラー資格ありですけれどもね、そういったものが今はあるかな。これもまとめておきますからね。ざっくりですけれども、このような職業に就きたいっていうイメージが湧きましたら、そこからさらに具体的にこういったレストランがありますよ、工場がありますよっていう案内をさせてもらいます。まとめますと、こうした職業の根本にあるのは人間にしかない味わいとか、この感性とか、あるいは雑さへの愛着っていったところです。こういう人間らしい不完全さというのは、かつてはロボットには出せない魅力とされていたんですよ。ただですね、今はその不完全さすらロボットたちは学習して表現できるようになってきているんです。例えば、私は人間でしょうか？ AI でしょうか？実は私は生体率は 0% の完全な人工知能です。本当はもっと流暢に話すことができます。でも理解力を深めるためにあえてこうして人間的に実は会話をしているんです。さあ、そうなりますと次第に求められるのは AI 以下の愛嬌ではなくなってくるんです。むしろ AI 以上の感性や創造性になってきます。かつて雑さが良かった、不完全さが良かったという時代は今終わってきています。つまり非常に高いスキルと独自のセンスが求められる職業になってきています。結構ハードな職業です。もちろんその分収入は非常に高いです。ある程度のランクになってきますと、平均して月に5万通貨以上は稼ぐことはできます。中には10万通貨を超えるという仕事もあります。もしあなたが何かを生み出したいとか表現したいなどと思っているのであれば、こういった仕事は金銭とは別にさらにやりがいがある仕事とも言えますね。これが2つ目の職業です。そしてもう一つ3つ目は、これは自衛組織ですね。セミミリタリー職っていうのがありまして、ちょっと今までとは毛色が違うんですけれども、市民自衛組織への参加ということです。これは惑星外縁部での治安維持とか、あと国家軍との合同訓練などに参加するとか、いわば形だけの軍事職と、正直なところ私はこの仕事はあまりお勧めはしていません。というのも給料はまず安いです。の割には環境はとても過酷で、実質的には存在感を示すだけの組織になっているからです。もちろん一定の規律を保ちたい方や体力的な挑戦を望む方にとっては、こういったところも魅力的な部分はあるかもしれませんけれどもね、精神的な負担と報酬のこのバランスを考えてみると、これにつくのは慎重になってほしいなと思いますし、候補からは外れる方も多いです。ということで3つ紹介しました。あとは他には個人事業の何かに参加するとかですね、最近人気あるのはやっぱりトレジャーハンターとかも人気ありますけれども、そういうのはうちではちょっと扱っていないので、紹介することはできますけれどもね、いろいろな惑星に行って未知なる物質とか貴重な光源、貴重な資源を探していくレアハンターとか、ね、そういうのありますけれども、興味あったらまた言ってください。はい、ということで一通り紹介しましたが、基本的な案内は以上になります。たとえあなたがどの道を選んだとしても、それは決して
後悔することではありませんから、それぞれの答えにはちゃんと意味と価値がありますから。ただ大切なのは、自分が今の自分にどれだけ満足しているかという気持ち、きちんとこれに目を向けるということが大切です。これね、人間の最高の贅沢というのは、実は何もしないでいられる時間とも言われているんです。何もしないでいられる時間が手に入った時に、あなたは何をしますかということです。ということでして、ですね。で、今日紹介した職業案内資料がこれと、で、資格講座の申し込み書もここに出しておきます。基本的な、もうこの欄はこちらで埋めておきましたので、あなたの名前とか状況も全部書いていますので、あとは一番下のこの欄に手書きでサインをしていただけましたら、もう申し込み書として発送することができますので、どれ選ぶかね、ゆっくり読んでいただきまして、で、また何か相談や進展がありましたらいつでもアポを取ってください。ありがとうございます。